は、本日の労務相談 Q&A、始めさせていただきます。はい、まず、本日のテーマですけれども、時間単位有給は取得義務5日にカウントして OK かという内容になります。で、質問文ですけれども、時間単位年給、時間単位有給の導入を検討していると。で、この時間単位有給は取得義務の5日に含まれますか？他の注意点があれば教えてくださいという内容になります。回答はこちらに、書いてありますけれども、時間単位年給は年5日の取得義務には含まれないということ。で、その他注意点としては、時間単位有給は取得の上限について5日に限ると定められていると。ちょっとこれ取得義務の5日とごっちゃになるところですけれども、時間単位有給は5日以内と決められております。で、最後にありますけれども、時間単位有給は従業員にとって使い勝手がいい反面、運用がいろいろ大変なので注意が必要ですという内容になっております。で、有給についてなんですけども、こちらにも有給の5日取得義務の話が出ておりましたが、この改正があったのが2019年の4月になります。丸7年経っていますけれども、これでだいぶいろいろ企業には定着してきたような気がしますけれども、佐藤さんいかがでしょうか？付与日から1年以内に10日以上付与された人は年5日使用してくださいというものなんですが、5日取得はかなり意識も高まって定着してきていると思います。ただ、できてると思ったらできていなかったという相談も毎年あります。まず1年間にずっといた人については会社も管理をしてるとか意識してるっていうのはあるんですけど、できていると思ったらできていなかったっていう例をいくつかご紹介したいと思います。まず分かりやすいように4月1日に付与、10日以上付与されている人を想定してください。一つ目、退職予定者。4月1日に付与されたけど、10月末に退職しますっていう人ですね。で、この人については、1年間在籍期間はないんですが、10月末まで、4月1日から10月末までに5日間取得させなければいけないとなります。そして2つ目、産前産後休業、育児休業を開始する人。例えば10月1日から、産前産後休業や育児休業に長期的に、入りますっていう人なんですが、その人については4月1日から9月末までに、取得しなければいけないとなります。で、また今度復帰者ですね。育児休業から復帰しますという10月1日に復帰しますという人を例にとると、産前産後休業や育児休業期間も、有給は付与されてますので、10月1日に復帰するという人は、10月1日から3月31日、次の付与までに5日間取得しなければなりません。そして3つ目、取りたくない社員への対応の放置。会社も取ってくださいと言っていても、なかなか取らない人っていうのが、一定数いるんですね。そうすると、会社側も諦めて放置をするっていうケースが見受けられます。そして4つ目に、年度末に駆け込み取得をする予定だった人。計画的に3月に5日間取るという予定を入れていても、年度末に業務が立て込んでいて、結局は取れないという、このようなケースが見受けられます。ありがとうございます。この有給のあたりって、労働基準監督署が調査に入ったときって必須の確認事項だと思うんですけれども、実際の調査ではどんなことを見られるとかございますか？まず、当日の準備書類として、年次有給休暇の管理簿、これを見られます。その管理簿をもとにヒアリングをされるんですが、まず、この年5日の取得状況、管理簿にて確認をされます。そして、取得についての流れ、対策を会社がどのようにしているか、管理方法はどのように行っているか、このあたりも重要事項として見られます。
そして、取得できない人の、対策ですね。数人はいるんです。やっぱり取りたくない人っていうのは。で、そこについてはその人に対してのヒアリングをされるんですが、私は経験ないんですけど、会社によっては全員近く、取得できていない会社ってあると思うんですね。で、そうなってくると、数人取れなかったっていうと、本人に何かあるのかなっていうような調査に移るんですけど、全員近く取れてないっていうと、会社側に何らかの責任があるんではないかと、そういう流れになってくると思います。ありがとうございます。そうですね。今、これを見ていただいている人事担当者の方は、今すぐ確認していただきたいことがあります。今お話しあった通り、年次有給休暇の管理簿が、全労働者分あるかということですね。これは法定帳簿ですので、3年間の保存義務があります。必要な項目を満たしているかっていうのも注意が必要です。勤怠システムとか給与ソフトで管理しているっていう会社も多いと思うんですけれども、しっかり管理簿としての機能をしているかどうか確認を改めてしてください。で、2つ目、年10日以上の扶養対象者を全員把握できているか確認してください。パートアルバイトを含めて誰が5日取得の義務かっていう対象者のリストアップがしっかりできているかどうかですね。正社員だけという管理になっていれば即座に見直しが必要です。で、3つ目、今期今、年次有給休暇の5日の取得状況を全員分確認できる状態かどうかを見てください。現時点で各社員が、いつ付与で、今の時点で何日分付与しているかっていうのが確認できるかどうかです。残りの取得日数と、付与期間の残りの期間のバランスを見て、取得が追いついていない社員については、早めに時期変更をして、準備することが必要になります。で、最後4つ目ですね。時期指定の手続きが就業規則に書いてあるかどうか、こちらもチェックしてください。使用者が、時期指定、この日に有給を取ってくださいっていうふうにする場合には、就業規則にその手続きが規定されていることが要件になります。この規定がない就業規則は手続きが不備であるというふうに判断されるリスクもありますので、こちらもしっかり確認してください。その他注意するポイントっていうのは、佐藤さんございますか？1点目は取りたくない社員の対応だと思います。取りたくない人が、一定数いるんですが、対応を放置すると、これ会社が法律違反になってしまうんですね。本人が取りたくないと言っても、年5日取得させる会社の義務は消えません。取らないのは、社員の自由意志だという会社の言い訳っていうのは通りません。なので、会社は取らせる義務を果たしたかっていうところが問われてきますので、会社としては取得する対策を取る。扶養時に、じゃあいつ取りますか？半年後、じゃあ今こういう状況なのでどうしますか？で、4ヶ月、3ヶ月、2ヶ月、1ヶ月っていうように、本人と本当に話し合いをする。で、その話し合いの記録を取っておくっていうのが重要だと思います。そして、半日有給休暇とこの時間有給というのが、有給休暇は1日単位、半日単位、時間有給という3つあるんですが、これの取り扱いがすごく曖昧になっている会社さんもあるんですね。で、半日単位の取り方も曖昧になっていたり、あと時間有給の認めているか、半日単位と時間有給を認めているが、その5日間、年5日取らせなきゃいけないっていうことにどう反映していくかっていうのがわからないという相談を受けることもあります。そしてこの時間単位の有給休暇を取るためには、労使協定というのを締結するんですが、その労使協定の締結なしに有給を認めているというケースも見受けられますので、時間単位有給をせっかく入れてるんですが、労使協定がないがために、それ自体が法律違反になっているというケースもあります。ありがとうございます。今回の Q&A につながってくると思うんですけれども、私の肌感として、時間単位、年給の導入をしている会社ってそんなに多くは
ないと思います。で、調査結果も調べてみたんですけれども、令和5年、厚労省の調査で、時間単位の年次有給休暇を導入している会社は、だいたい 25% だと書いてあります。で、ただ、一方で、これは一般の調査ですけれども、時間単位年給を希望している社員、労働者っていうのは8割近くあるというふうに出ています。このギャップがあると思うんですけれども、佐藤さんの肌感と、あとはどうして導入が進まないのかっていうのは、どうお考えでしょうか。はい。私のクライアントでも、だいたい導入しているところは2割程度だと思います。で、時間帯の有給がありますという説明は、させていただくんですが、進まない理由としては、一つは先ほど申し上げたように、導入に労使協定というのが必要なんですね。会社、社員、どちらかがやりたいと言っても導入できるものではなくて、両方の労使の合意が必要になります。で、その手続き等が煩雑なので、一つ、それが理由にあるかなと思います。で、二つ目が、管理の煩雑さです。この時間帯有給っていうのが年5日が上限となってるんですね。なので、1日8時間が所定労働時間の会社は5日間だと40時間、7時間だと35時間。これを普通の有給休暇、1日単位、半日単位とは別に管理しないといけなくなります。なので、会社によっては、もうその二重管理とか、管理が煩雑なので、ちょっとやりたくないなっていう声も多く聞きます。そして三つ目が、この年5日取得させなきゃいけないという有給休暇の取得義務。これに時間単位が入らないということもあります。1日単位と半日単位。これは入るんですけど、時間単位は入れてはいけないという法律になっています。で、そもそも有給休暇って、1日休んでもらって体を休めてほしいっていうのが元々の考え方なんですね。なので、1日単位、もともと1日があって、で、半日が導入されて、で、今、1時間単位っていうのがちょっと出てきたんですが、やっぱり1時間単位を体を休める休暇というふうにはまだ国は捉えてないのかなというふうに思っています。なので、この3つの要素から導入が進んでいないと考えられます。そうですね。管理が大変なのはよくわかります。特に給与なんかですごく気を使う部分が多いかと思います。ただ、それでも導入を前向きに考えないといけない理由、導入していかなきゃいけない理由っていうのはこれから出てきそうでしょうか。そうですね。今後、まだ始まったばかり、7年は経っているんですが、そこで、会社側であったり、会社側の導入は今 25% ぐらいっていう先ほど話があったんですけど、ただ一方で、社員の方、働く側としては8割が、導入を望んでいる。ということから、今後の労基法の改正にも、この時間帯の有給が進んでいくと考えられます。そして、会社はその社員のニーズをしっかりつかむことが重要だと思うんですね。今、どんどん働き方も多様化している今、会社は働き方の選択肢を持って、働く側は自分の状況に応じて、それを選んで働いていく。そういう時代になってきたのか、来るのかなと感じています。それに会社が対応しないと、人材の採用がしにくくなってくる。そういうふうな流れになってくるかなと思います。はい。ありがとうございます。本日の論争だ Q&A フィードバックは以上となります。